本当の人間はどこだ？皆さんこんにちは、時丸です。突然ですが、今日から樽の中で暮らしてくださいと言われたら、あなたはどうしますか？しかも、家賃はゼロ、光熱費もゼロ、持ち物もほとんどゼロの状態です。それを実際にやってのけた人物がいます。今回の話のテーマの主役であるディオゲネスです。ということで、ディオゲネスについてちょっと話をしていきたいなと思います。はい、これね、私が実際に使ってるランターンです。眩しいね。いつもこういうヘッドライトに、キャンプの時、登山の時はこれで中に入れて、こうやって吊るして、テントの中でこれを明かりにしてます。はい。このチャンネルでは、エクストリームミニマリズムについて、自分の実験をシェアしています。今日はミニマリストの原点とも言える古代の哲学者ディオゲネスから日本で生きる私たちは現代において何を学べるのかについて20分ぐらい深掘りしていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。いつもアドリブで喋ってるんですけど今日ねちょっと情報量多いんで一応台本用意してます。参考書籍は前回ちょっと話した時に紹介している哲学者ディオゲネス、世界市民の現像山川さんの本ですね。これを読んでいます。そもそもディオゲネスって誰なのか。紀元前412年頃にギリシャで活躍した哲学者です。で、キュニコス派というね、流派があるんですけど、それの、初めの人っていう感じですね。で、アテナイの街角で、この人は樽の中で暮らしていました。大きな壺とか亀っていう風に書かれてることもあるんですけど、そういう中で暮らした人です。で、衣類もですね、一枚のボロ布をまとい、それから杖を持ち、そしてマントですね、を持っていたというふうに言われています。で、食器代わりの小さな器みたいなものを持ってたんですけど、これも子供たちが水をですね、手ですくって飲んでいるのを見て途中で叩き割ったと言われている。で、お金とか地位とか名誉よりも徳に従う生き方、自然に従う生き方を求めたと言われています。当時のね、世間の常識とか定説をちょっとアイロニカルに皮肉るようなパフォーマンスをよくしていたというふうに言われていて、先ほどみたいに昼間にね、ランタンを掲げて、本当の人間はどこだっていうふうに、つまりそういう本当の人間がこの世界にはいないっていうことで人間を探し回ったりとか、で、当時のアレクサンドロス大王が来て、施しをしてやろうかみたいに言われた時も、今、あなたがそこに立っている場所は私の日陰になっているので、どいてくれっていう風な話をしたりとか、そういう伝説的なエピソードがいろいろ残っています。で、実際にディオゲネスはミニマリストだったのか、これについてちょっと考えていきたいんですけど、現代的なライフスタイル用語の、僕たちが今普通に使っているようなミニマリストっていう用語とはちょっと彼の場合は違うかなと思いますね。具体的に言うなら、徹底した非所有、だから所有しないことと、アンチ社会的習慣、社会に対する常識みたいなものを破壊するっていうことをやった人です。で、結構実験的な側面が強いっていうところと、エクストリームっていう観点で言えば、時丸田中にちょっと近いかもしれない。ただね、ディオゲネスの場合は、もうミニマル、必要最低限っていうどころか、むしろその社会が必要というものは、ほぼ不要って。社会がこれ必要だよっていうものはほぼ不要っていう風な徹底的な態度を取ってたりとか、で、その目的としてはやっぱり、所有とか習慣にとらわれず、もう自由に生きるため。だから本当にその自由を求めた人なんですよね。だから現代的なミニマリストが語るワクワクするものだけを残すとか、自分がときめくものだけを持つとか、そういうね、ものとか、あとはその支出を減らして時間を買うとかね、コスパを求めるみたいな、そういうものとはちょっと違います。動機や振る舞いも違うから、だからこそ面白さがあるなと思います。で、実際にディオゲネスから何を学べるのか、これについてなんですけど、ちょっといくつかのテーマごとに分けて考えていきたいと思います。まず所有について。所有についてなんですけど、ディオゲネス的なエッセンスで言うと、必要っていうものをやっぱり再定義していると。で、基本的にその社会が必要だって言われるものは俺はいらないっていう風なスタンスがディオゲネス。で、さっき言ったように、唯一持っていた茶碗みたいなものも、もう途中で気づいていらないって、で、叩き割ったりしている。当時の社会状況ってのは今よりもものすごい貧しいね。だってもう2000年以上前の話ですから、やっぱもう状況が全く違うと。で、現代のじゃあ2025年の所有状況ってどうなっているかというと、基本的にみんな物を持っていて、で、サブスクに頼っていて、シェアリングエコノミーみたいなものをバンバン使っていて、
で、スマホ1台でいろんな多機能のもので少なく生活しているっていう、そういう風な違いがある。それから時間という軸について考えてみると、ディオゲネスは社会的なスケジュールをすべて無視して自分のリズムで生活していました。だから今でいうね、そういう曜日とか時間とかそういうものに縛られていない。で、もちろん仕事もしてないから、そういう風な1日8時間労働とか、で、いつ起きるか寝るかみたいなものを決まっていないような状態。で、現代の日本は、やっぱり定時勤務が決まっていたりとか、あとはその SNS の通知があったりとか、最近はほら、もうタイマーとかかけてね、起きる時間、寝る時間、スリープ前のリマインダーとか、で、とにかく24時間経済、いろんなものが動いていて自分たちの時間の管理をしている。つまり、時間の奴隷になってますよね。もうスケジュールこと細かく決めて、で、Google カレンダーの言う通りに動くと。むしろその自分が何をするかは把握していなくて、ほぼ半自動的に生活が回るようなリマインドをシステム側から仕掛けてくる状態。で、それは AI 時代になるともっと加速しますよね、これからね。それからお金的な側面で考えると、ディオゲネスは古事記同然で暮らしていると。もうほぼ古事記。はい。で、貨幣経済を逆に嘲笑うような態度をよくとっています。だからお金っていうものが本当に意味ないんだと。そういう基準で、やってもしょうがないだろう。みたいなことを、ずっと言ってた人で。それがやっぱりその当時から、当時はそういう実際のお金っていうのがね、やっぱり流通し始めて、そういうものが発展した多分タイミングだったんでしょうね。ちょうどそういう貨幣経済みたいな、物々交換みたいなものがぐーっと来た時に、だからその反動的なところもあって、だからそういうムーブメントみたいなのがあった時に、俺はそういうのには頼らないっていう、なんかちょっとその反発みたいなものが出ていたんでしょうね。じゃあ今のお金的な側面ってどうかというと、もう貨幣経済は必須ですよね。それがもう当たり前の状態になってますよね。で、最近はますますですね、その株とか仮想通貨とか、そういうファイヤームーブメントみたいなものが発達して、そういう不労所得を得るみたいなことが目指されている。そういうふうな流暢があります。だからディオゲネスの時代は割とそういうふうな、本当の古事記みたいな感じでしたけど、今はですね、その生活コストをね、他のインフラがあるおかげで圧縮して生活するっていうことがもうできるようになっているので、だから意外とその精神的な古事記モードみたいなものは目指すことができるかもしれないですよね。で、社会的な側面で考えると、ディオゲネスは、もう犬のように自由であることを誇ったと。だから自分は犬だみたいなことを言ってたりとか、他の人から犬だと馬鹿にされていたっていう風な話も残っています。で、それに対比させて、最近の社会を見てみると、最近の社会評価っていうのは、つまり SNS とかでね、みんな発信しながら、で、誰でもその炎上とかのリスクを抱えながら、つまりその承認欲求との板挟みになっているという状態。で、ものすごいその、アテンションベースのね、やっぱり世界になっているっていうのが現実だと思いますね。で、最後に、生活的な側面で見てみると、ディオゲネスの時代はもう本当に耐えるしかなかった。もう、だって、亀の中ですから、樽の中ですから、だからそこをもう寒さとかね、暑さとか多分すごかったと思うんですよ。で、衛生環境も多分良くないし、でもとにかくそういうのは気にせずに、もう自分の体を鍛えるみたいなことで乗り過ごしていたんだと思います。で、現代はみんなどうやってるかというと、そういうふうに、耐えるっていう人はそんなになかなかいないですよね。僕は割と耐えてますけど。やっぱり東京だけじゃなくて、夏は暑いし、冬は寒いしみたいな。で、やっぱりみんな健康でいたいしっていうのがあるので、人間の生活レベルみたいなものがもうこの2000年間で圧倒的に変わっているので、なかなかここからあえて不快な方を選んでいくっていうのは難しいかなと思います。で、その流れでちょっと当時、ディオゲネスが生きていた時代と今のね、ギャップみたいなものを考えていくと、やっぱりその経済的には奴隷制度っていうのがありましたよね。で、都市国家、ポリスって言われる、ギリシャのね、都市国家が発達したような時代でもあるし、で、結構自給自足のみんな生活をしていたりとか、で、物々交換みたいなもので成り立っていて、で、ちょっとだけその貨幣制度みたいなものが入ってきたような時期であると。で、今、それがどうなっているかというと、これ過去の多分ディオゲネスが見たらびっくりすると思うんですけど、高度貨幣経済、もう本当に貨幣経済と資本主義の中に生きている。で、社会保険とか、税の制度とか、が生まれていて、で、グローバル化によっていろんなもの、人、ことの移動がですね、世界中で広がっていると。
で、自給率っていうのは下がっている。自分たちで自給せずとも、そのインフラによって、世界的なインフラによって、ある程度生活が成り立つような状況になっている。で、でも最近の世界はそれをちょっとまたクローズドにして過去に戻っていくみたいな、トランプ政権からの発達で、そういう動きが始まってますけど、そこはちょっと今回は割愛したいと思います。で、コミュニティ的な側面で言うと、当時はですね、やっぱりその対面中心だったと。もちろんそのインターネットとかないわけなんで、基本的にみんな広場とか市場とか、そういうところで、みんな会って、で、基本的にその口コミとかみんなと喋りながらコミュニティを築いていたっていう風な状況があると。で、今はね、完全にもうデジタル経済圏みたいなもので SNS が普及していて、それでコミュニティが作られていると。で、実際に今もですね、そのリアルのコミュニティっていうのはたくさんあるし、そっちの方が重要な部分はあるんですけど、当時との対比で言えばデジタル的な側面が入ってきてるっていうのが大きな違いかなと思います。で、環境的な側面で言うと、当時はやっぱりその医療は原始的でしたよね。で、そういうふうな病院とかのインフラもなかなか少なかったし、なかなか寿命とかもね、短かった時代です。で、今はどうなってるかというと、そういうふうなインフラ、医療のインフラなんかは整っていると。しかしその代わり、それによって環境的な負荷が増えたりとか、あとは人間の今度精神の部分ですね。メンタルヘルス的な問題がはびこっているような状態になっていると。で、それからディオゲネスが生きていた時代っていうのはものすごく多分リスクが今とは比べ物にならないようなものがあったと思うんですよね。で、それはまずさっき言ったような、医療環境とか環境が悪いことによって寿命が短いっていうところ。で、あとはその感染症とかで戦争。そういうものも常に行われていた。もういつね、敵が攻めてくるか分かんないっていう状況がもう普通の状況でしたから。じゃあ、それが改善されて今どうなってるかというと、とにかく長寿になりましたよね。もう本当に医療のおかげで、現代医療のおかげでものすごく最近寿命が伸びていると。で、しかしその災害のリスクですね。自然災害とか、やっぱり地震とか、そういうものの災害のリスクはそこまで減っていない。で、それはその人間のテクノロジーみたいなものを超えてやってくるので、なかなか社会が発達しても止められない部分でもあると。そしてさらに、長寿化、寿命が伸びたおかげで、今度高齢化社会っていう、高齢化的な問題が、あらゆる国でですね、広がっているというのが現状だと思います。で、それだけ、当時とのギャップがありますから、その経済的な側面、コミュニティ、そして環境、そしてリスクみたいなものを考えると、今ね、ディオゲネスの生活をやるっていうのは結構破滅的ですよね。完全コピーっていうのはもう非現実的。僕はちょっとやりたいとは思ってるけど。なので、ちょっとね、今の思想みたいなものをちょっと抽象化して考えることによって、ディオゲネス的なエッセンスを現代に持ち込むっていう風なことを考えてみたいと思います。つまりそのディオゲネス式のミニマリズムを現代に持ち込む。そんなステップですね。全部で7ステップあります。7ステップ。まずは、もののですね、ゼロベース思考。これどういうことかというと、もうね、ものは持っていない。ないっていうふうに考えるんですよ。ゼロベースで常に考えていくってこと。これディオゲネス的にね。もう本当に服しか持ってなかった。服とランタンと杖とマントみたいな感じでしたから、多分10個以下ですよね。数的には。で、僕らができることっていうのは、いつも言っているように、リストを作って、それを最適化していく。減らしていく。今僕の持ち物が70個ですけど、その70個をね、実際に60、50、30と減らしていくことはできると。ただこれも何度もね、これまで言ってきてるように、その時々にハマってるものとか、作りたいものとかによって、やっぱ増減していく。ただ僕の場合はもう100個以上は多分増えないかなっていう感じはしてるんですけど、でもこれからもですね、もちろん定期的に見直しながら数を減らしていくってことをやっていきたいと思ってます。2つ目は経済的な最適化。それは収入と生活費を分離していくってことです。で、ディオゲネスは本当にその貨幣経済に頼らない生活をしていたので、今で言えば、その完全に貨幣に頼らないってことはできないんですけど、それに近いような構造を今の発達したインフラによって補うことがある程度できるかなと思ってます。で、それはまずその仕事の側面ですね。まず自分の価値観に合う仕事とか収入源を見つけるっていうことですよね。だからもう、これだけいろんな仕事ができて、いろんな稼ぎ方ができるようになっている時代なので、それは本当にそのディオゲネスの時代よりもものすごく恵まれてるなと思うんですよね。多分そのディオゲネスの時代っていうのは自分たちで何かを作って作物とか、で、そういうものを売って、で、その代わりにお金をもらうとか、交換するとか。で、あるいはその自分自身をね、本当に労働、
労働することによって、それによって何か食べ物をもらうとか、多分そういうことをやってたと思うんですけど、今は本当にその時代よりも稼ぎ方みたいなのがどんどん広がっていて、で、それぞれの自分の趣味嗜好とかに合わせた働き方ができるので、そのなるべく好きなことをやってストレスを減らしながら、ある程度の収入を得ていくってことができると思います。で、生活費の分離っていうのはどういうことかというと、その稼ぐっていうところと生活費のところを分離するってことですね。つまり、これくらい稼げるからこれくらい使おうとか、その考え方をまずやめるってことです。で、稼ぐってことはその自分の好きなことでやっておいて、で、生活の部分はもう完全に基礎生活費ってものを極限まで抑えて固定化するっていうことです。はい。これによって、とにかく飢えないラインっていうのを作るってことです。で、本当に自分が本当に好きでやりたいことが月に10万円の収入をもたらすのだとしたら、その固定費を10万円以下にしていれば、それで生きられるわけですよね。だから、そのバランスを探るっていうこと。で、そのためにやっぱりその生活と収入を分離しながら、生活費の部分を極限まで抑えて固定化していく。で、これだけ、最低限自分はこれだけあれば飢えない。生きていけるっていうことが分かれば、あとはですね、そこをどんどん突き詰めていけば、少しずつ状況は良くなっていくと思うので、生活費を抑えて固定化していくっていうのが大事ですね。3つ目は、裸足の時間を作るっていうことです。これはディオゲネスがもう本当に少ない持ち物、もうほぼ裸足みたいなもので暮らしていたことをそのまま現代に持ち込むっていう感じなんですけど、ここで言う裸足っていうのは、その実際のそのベアフット、裸足っていう風な意味もあるんですけど、どちらかといえば自然の中に入る、オフの時間を作るみたいな、そういうイメージの裸足ですね。で、都市部で暮らしている人は週に1回とか2回でも山とか海とか、そういうものに、そういうところに出かけていって、肉体感覚、身体感覚のリブートみたいなもの、再起動みたいなものを行う。それによってその自分が人間であることとかをやっぱり取り戻すことができるので、多分ディオゲネスはもう自分がずっとその人間的であるっていうのかな、そこを多分大事にしていたと思うので、やっぱりなかなかその裸足になれないようなね、社会だと思うんで、少しでもそういうふうな時間を作って自然の中に入っていくっていうのが大事かなと思います。で、4つ目は社会的な肩書きとかラベルを断捨離するっていうことです。で、ディオゲネスはその何者でもないっていうこと。で、その権力とかそういうものにずっと抗ってきたようなところがあるので、それを現代にも持ち込むっていうことなんですよね。じゃあ具体的にどうするかというと、名刺を持っている人は手放す。で、肩書き手放す。SNS についてる自分は何々だ、ミニマリスト何々だみたいなのを手放す。肩書きをとにかく減らしていくってこと。そう言いながら自分はね、エクストリームミニマリストっていう風な、バッジっていうかね、ラベルをつけているわけですけど、それも結局半分パフォーマンス的なところがあって、やっぱりね、ディオゲネスが、いろんなパフォーマンスをね、本当の人間はどこだってしていたように、私もその、本当の人間はどこだ、イヤホンみんな息してる、息しかしてない時もあるです。っていうようなことをラベルをつけながらやっているってことです。たまにほら、ラベルマキシマリストみたいな人いるでしょ。僕もそうでした、昔なんか。カメラマンとか、山登っていました。アシュタンガヨガのプラクティショナーです。で、写真家です。動画を作る人です。YouTuber ではないけど、で、ミニマリストです、みたいな。もうなんかそういう、で、英検3級です、とか。なんかそういうね。で、あと胸元にさ、むちゃくちゃそのバッジつけてるおじさんとかいるじゃないですか。なんかもういろんな称号とかね、勲章みたいなものをつけてたりとか。あとね、すごいいい大学を卒業しました。そしてここに留学してこういう学位を取りました。私は何々の研究者ですとかね。なんかそういうものをも全部手放していくっていう。なかなか多分手放せないのが現代であり人間である。でもそこに何かがあると思うんですよね。それを手放すことによって、手放せないってことは何かに依存しているってことで。だからそれは非ディオゲネス的なものであるってことです。それから5つ目は犬のように生きるってことですね。これは犬のようにっていうのは、ディオゲネスがみんなからね、変わった人とか、こいつバカだとか、ずっとその嘲笑われて、お前は犬だみたいな暴言吐かれたりしてね、生きていたわけですけど、そういうふうにあえてなるってことなんですよ。なんか変人扱いされるっていうのかな。僕はもうそうですけど、ね、皆さんからいろんな、もうまたこいつ変なこと喋ってるよとか。毎回、でもその皆さん、ちょっとプレイ的なところがあってね、皆さんからそういうふうなコメントいただいて、で、自分も、どんどんまたさらに変人になっていくみたいなね、とかありますけども。でもなんか、でもやってることはなんかだからそういうふうな意味では結構似ているなとは思っていて、割と僕はその真面目にやってるんですよ。真面目にやってるし。で、その樽で暮らすみたいなものっていうのも、なんかバックパック一つで、
外でテントワークするみたいな、なんかそれに結構近いようなところがあるし、自分の最小限のものだけをね、背負って、まあ、樽っていうものがテントになったっていうふうに考えれば、割とまあ、こう、サイズ感的には、こう、テントの中だけで生きていく。それだけの持ち物で生きていくみたいなものはね、割とね、近いところはあるかなと思いますね。まあ、とにかくなんかそういうふうな笑われるようなものとか、自分がこれちょっと、普通の自分だったらやらないけど、ちょっとチャレンジしてやってみようかなみたいなことをやってみるっていうこと。何でもトライしてみるっていうことですね。で、そういうのって多分プライドあったらできないから、プライドとか肩書きがそういうの邪魔するんですよ。で、やっぱりその肩書きとかね、そういうこう所属みたいなものが、そういうこう、チャレンジを邪魔するんですよね。なんかその、どっかの CEO とか、まあラベルがついてたりとか、まあどこどこの先生みたいなラベルがついてる人がさ、こんな何もない部屋でさ、闇のパープルアイのポーズを生足出してやれないでしょ。うん。だから、そういうことなんですよ。だからそのラベルとか肩書きがそういうのを邪魔すると。人間に戻るためにはそういうものがない方がいい。で、僕はだからそういうラベルとかを一切、持たないで生きていこうと思ってます。6つ目は哲学的な行為。つまり話を重視するっていうことです。で、さっきも話したように、ディオゲネスの時代っていうのは、そういうこうコミュニティっていうものが対面しかなかったので、基本的にその語り続けることによって、いろんなものをみんなに伝えたりしていたと。で、まあソクラテスの孫弟子でもあるんですよね、ディオゲネスってね。だからソクラテスっていうのは結構その自分で記述っていうよりかはどちらかというとその喋ることによってそれを誰かに記録させるみたいなことをやってたりとか。で、つまりその対話みたいなものがその当時の哲学体系の始まりだったっていうことですね。だから自分的なその対話の実践っていうのは、まあ皆さんからコメントもらったりとか、ライブ配信でやったりとか、で、まあ実際の場とかね、自分のメンバーシップで話したりとか、まあそういうことによって、それが代替されているのかなと感じますね。やっぱりね、その自分の中だけじゃなくて人と話してなぜそれが必要かとか、なぜそれをやるのかとか、なぜそれを持っているのかみたいなものを、こう、話し合うことが大事なんですよね。その自分自身の壁打ちみたいなものはなんかノートとかに書いたらできるんですけど、ノートとかメモに書いて、まあそういうことももちろん重要なんですけど、その自分で分かってる答えでも、あえて誰かに投げてみるって。で、この人はじゃあどういうふうな対話をするんだろう、それに受け答えをするんだろうっていうことによって、またこう、それをキャッチボールすることによって何か新しいものが生まれたりするんですよね。その話が特に違う方向に行ったとしても全然それは良くて、その中で新しいものが生まれてくるし、それこそがやっぱりこう、新しいね、その知の体系とか哲学とかそういうものを生み出してきたんだと思うんですよね、これまでも。だからとにかく対話で哲学的な実践をやっていくっていうこと。で、最後7つ目は、記者の習慣をつけるってことです。で、この記者っていうのは、まあ、喜んで捨てるっていうふうに書くんですけど、まあ、つまりその寄付ですね。簡単に言えば寄付っていうことになると思います。でもその寄付っていうのも、なんか、いやいや寄付するんじゃなくて、その喜んで手放していくっていうことですね。で、これはもうお金だけじゃなくていいと思うんですよ。だからまあ自分がその本テロとかで読み終わった本を、喜んで、なんか面白がって誰かにこう手渡していくような活動とか、あとはこういうふうになんか YouTube でなんか誰かのためになったらいいなっていうことをちょっとでもこう喋っていくようなこととか、なんかそういうものも基本的にはその何かこう喜んで手放していくこと。自分の頭の中にある考えとかを喜んでアウトプットしていくこと。なんかそういうものがその喜んで捨てるっていう風な習慣になるのかなと思っています。で、そんなわけで、ディオゲネス式のミニマリズムを現代的に再構築する7つのステップを紹介しました。ゼロベースで思考すること。モノゼロベース。で、収入と生活を分離するっていうこと。裸足時間を作るっていうこと。で、社会的なラベルの断捨離。人から笑われることになれる。プライドを捨てる。対話。そして哲学的な実践。それですね。7つ。で、まあ自分がディオゲネス的に生きられるかってことなんですけど、まあその 100% は無理でしょうね、やっぱね。これもう完全にやっぱりその医療とか税金とか、まあそういうこうインフラみたいなもの、現代的なシステムに支えられているからこそこういうミニマリズムなスタイルができていると思っているからです。ただ技術的に考えてみると、まあ今、70個の持ち物で暮らしながら、山とか街とか移動しながら、自分のデジタルクリエーションだけで生きていくみたいな、つまりまあそのデジタルノマド的な、遊牧民的なところはあるんで、なんかそういうところは近さは感じるかなとは思うんですけど、100% そのディオゲネス化できるかっていうと、これなかなか難しいところがあると思います。だからさっき話したように 100% は無理なんですけど、まあ、ディオゲネスの精神だけを、マインドだけをちょっと取り入れて、ハイブリッドなキュニコス派みたいな、そういう風なスタイルで、この現代を生きていくことはできるんじゃないかなと思っています。まあだからポイントとしては、まあ自由っていうのはもう少なく持ち、依存を減らすことによって生まれると。依存しない。
そして少ないもので暮らすっていうこと。それが自由をもたらすっていうこと。で、テクノロジーとか投資とか、今できるものを道具として使い倒して、で、浮いた時間とか空いた時間で自分の徳を積んでいく。理念を鍛えていくっていうこと。で、そして外向けにはですね、エクストリームミニマリストと発信しながら、ただね、内側とプライベートでは、ね、ずっとヨガしながらね、ヨガとハイキングしながら、瞑想状態のメンタリティで暮らしていくってこと。もう何やってるかわかんないですけどね、これね。だから僕は結局 MacBook を片手に、樽ではないけれど、この14平米の狭いホワイトボックスで暮らしながら、自然と街を行き来しながら放浪している犬であるっていうことです。僕は犬派なんですけど、完全にディオゲネス、狂犬みたいなディオゲネスには勝てないでしょうね。ただ犬派ってだけで、ボルゾイとか好きですけど、でも柴犬とかを一日中その辺に行き交う柴犬とかを見ながら一日が終わってたみたいなこともよくある。それくらい結構犬が好きです。はい。ということで、今日はディオゲネスについて深掘りしてみました。まとめると、ディオゲネスが求めた自由っていうものは、まず少なく持つこと。そして、依存しないこと。そして自分の理念を磨いていくことによって得られるんだっていうことですね。あなたは明日から樽で暮らしますか？それとも何か物を一つ減らして少しでも自由になりますか？最近捨てたものがある方は教えてください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。チャオチャオ。